こんばんは、不動産モフです。今日はですね、ソフトバンクが決算発表しました。でそれがですね、創業以来の超大赤字になってまして、大変な今状態になってます。でですね、なんでソフトバンクがこんな風になってしまったのか、WeWork 問題とは何か、決算書の結果ですね、今後どうなっていくのか、そういうのですね、投資家の目線で、わかりやすく解説していきたいと思います。で、これソフトバンクの決算書なんですけれども、こういう説明資料でもですね、ソフトバンク強気の戦略キロとか資金繰り厳しくとかいろいろ出ていてですね、孫さん自身もボロボロ台風というか、もう大嵐でですね、これだけの証を出したのは創業以来初めてではないか、創業以来の危機と言ってもいいのかもしれないですね。で、今日大まかにですね、なんでこんな風にソフトバンクになってしまったのか、きっかけとなる WeWork 問題についてとですね、あと決算について、どうだったのか、大赤字なんでこんな大赤字になって、今後どうなのか、その見通しとかですね、決算書、自分投資家の目線で解説していきたいなと思います。で、WeWork って何かってシェアオフィスの会社なんですけれども、資金をですね、投資家から集めながらですね、どんどん大きくなってきました。例えばこの会社がですね、WeWork って会社が、企業価値100億円ぐらいあるよっていう風にして、で、投資家からですね、例えばもう100億円、100億円って投資家の人と合意を取って、で、10億円ぐらい出資してもらってですね、株を渡すみたいな。で、その10億円を使って、オフィスを買ってですね、さらに、拡大すると。なので、投資家からですね、お金借りるっていうか、出資してもらうんで、もう利益度外視でどんどん、拡大してきましたと。そういうことで、最初は、5000億円の企業価値で300億円出資とかなんですけども、どんどんでかくなっていって、2兆円の価値で760億円調達とか言って、それをまたね、シェアオフィスでバンと買ってですね、どんどん自転車操業にでっかくなってきましたと。で、そうなってきた時に、ソフトバンクが入ってきてですね、価値はもう5兆円だって、ただのシェアオフィスなんですけども、5兆円だっていう風にして、1兆円近く突っ込みましたと。で、それがですね、上場しようとして、ナスダックっていうところに上場しようとして、初めてね、そのような決算目論見書というのが出てきましたと。そこまでは、その投資家同士でですね、WeWork の価値はこれぐらいだっていう風にして、どんどん釣り上げてきたんですけども、そこで初めて上場するってことで、世間の一般の人の目にですね、目論見書って出て、蓋を開けてみたらもうとんでもないことになってたと。で、売上が1800億なのに、赤字が1900億っていうことで、売上よりも赤字がでかいですとか、手元に現金が2400億しかなくって、企業価値5兆円とかでもうどんどん拡大してるにもかかわらずキャッシュどんどん出ていって、それでですね、もうすぐ潰れんじゃないかとかって言われ始めていて、それがね、9月ぐらいのことですね。で、まとめると、WeWork、すごいぞって言って、投資家とかがどんどん価格釣り上げてみんな、お金出していって、で、最初に出した人はね、儲かったはずなんですけども、でもどんどん釣り上がっていって、で、最後、ナスダックってところに上場して、で、それでね、一般の投資家に売り抜けて、それで、エグジット出口を取ってお金をね、回収しようとしてたんですけども、ここは、上場できませんでしたと、ちょっとあまりにもひどすぎて、で、そうなってきたんで、もう上場失敗で誰がババ引くんだとか、ホリエモンさんとか言ってたんですけども、結局ね、ババ引きはね、最後ソフトバンクがババを引いて、このままだともう潰れるっていう風にして、さらに、1兆円突っ込んだのに、さらに1兆円突っ込みますっていう風に、発表しましたと。で、どういう内容かっていうと、15億ドル、1500億円ぐらいを、すでにもう来年、4月とかに入れる予定だったのを前倒ししてもすぐに入れないとやばいから入れますよっていう風にして、で、30億ドルで、他の人の株買い付けて、で、さらに50億ドルをですね、債券することでお金を入れるってことで、相当、ソフトバンクが協力しているように見えますと。でも、孫さん曰くですね、これお金入れてるわけじゃなくて、安く株を買ってるだけだって言ってましたね。ちょっとおかしい気がするんですけど、だから資金は入れてないって言ってたんですけども、普通に30億ドルで株買ってるんですけどね、ちょっとよくわからなかったんですけども、なので、出資、みんな出資して WeWork の株を持ってるわけですよね。でも株持ってても、潰れかけてて、お金なくなっちゃうと、支払いできないと倒産しちゃうんで、そうすると今までのその株も、どうすることも株の価値がなくなっちゃうんで、それなので、その前にソフトバンクが出てきて、みんなの株買いますって言って、30億ドル分、全部買うから俺によこせって言って、で、みんな売却、多分すると思うんですけれども、すると。そういうスキームになってて、もろね、ソフトバンクが救済してるっぽいんですけれども、これは救済ではないとおっしゃってますね。っていうところが、今のところの、大きな問題ですね。なので、WeWork に対して、ソフトバンクはむちゃくちゃお金出して、潰れかけてさらにお金を出した。それでじゃあ決算どうなってんのっていうところが、むちゃくちゃね、今日決算発表でみんな期待してたとかどうなるのかっていうのすごい注目を浴びてましたと。
で、これは決算の結果なんですけども、売上はね、あんま変わってないんですけども、営業利益見てみてください。これ、1兆4000億、去年ですね、去年の同時期で1兆4000億だったのが、次にですね、マイナス156億円ってことで、一気に赤字転落してしまいますと。今まであった利益がですね、出せなくって、一気に吹っ飛んでますと。で、当期純利益はですね、ちょっと出てるんですけども、でもこれアリババっていう会社のですね、株を 1.2 兆円ぐらいバーンと売ったので、そのお金がですね、結構、利益として出ていて、で、ちょっとプラスになってるようなイメージですね。で、営業利益なんですけれども、ほとんどこの青いとがソフトバンク、携帯ですね。ちょっとややこしいんですけど、ソフトバンクグループっていう会社があって、その下にソフトバンクっていう携帯の会社がある。そういうイメージですね、ソフトバンク。で、このビジョンファンドってとこは投資をしてるんですけれども、そこが一気に赤字5700億ぐらい赤字になってしまったと。それで、あとスプリントは黒字点してるんですけども、なので、ソフトバンクの、ビジョンファンドがですね、一気に赤字になったっていう引っ張ってます。で、またすごいのがですね、これもビビったんですけども、7月から9月までの3ヶ月間ですよ。3ヶ月間の営業利益は、なんとマイナス7400億でしたと。なので、この、たった3ヶ月で7400億赤字になってますと。で、その内訳なんでかっていうと、このビジョンファンドですね。ビジョンファンドが大赤字食らいましたと。10兆円ぐらい投資してるんですけど、それ系で、一気にマイナス9700億だ。すごいですよね。たったに3ヶ月ですよ。3ヶ月でこんだけ赤字になったということで、大赤字になってるっていうことで、一気に、すごい赤字に転落してるっていうことになります。で、今回のこの、WeWork の影響とかなんですけれども、いろいろあって、これトータルでソフトバンクは今、9.0 ビリオンなので、だいたい9000億と、1兆ぐらいですよね。1兆ぐらいになってて、で、あとジョイントベンチャー3社とかでこれぐらい投資しますっていうんで、これ9月末の時点なので、追加で WeWork に対して1兆円っていうのは入ってないですね。最初に1兆円、5兆円の価値があるよって言ってた時に、1兆円バーンって突っ込んだ時の内訳はこんな感じになってますということになってて、それで、どうなったかっていうと、さっきこれぐらい4000億ぐらいのやつが1000億ぐらいになっちゃったからマイナス3000億ですよみたいなことになっていて、で、もう一個ソフトバンク、こっちがソフトバンクのビジョンファンドの方ですね。で、こっちがソフトバンクグループが保有してる。ちょっとね、複雑になってるんで、ややこしいですけども、でこっちも、大赤字で 4.7 ビリオンの、ドルですね。が、既存してしまったってことで、これ多分2つ合わせて、あとさっきのジョイントベンチャー合わせるとむちゃくちゃ大赤字になってるってことです。なのでこれだけ見ると、ビジョンファンドとかですね、むちゃくちゃやばいんじゃないかとか、ソフトバンクやばいんじゃないかっていうふうに思ってて、さっきのね、マイナス9000億とかですね、そういうのが、相当やばいんで、これからもさらに広がるんじゃないか。そういうのが投資家から見るとものすごい懸念があるっていうので、さらにこんだけね、マイナス9000億とか、ビジョンファンドたった2、3ヶ月で吹っ飛ぶんだっていうのはね、すげえやっぱ株って怖いなって思いますよね。9000億ですから、9700億だからほぼ1兆ですよ。1兆マイナスになってると、たったこの2、3ヶ月で。そういう恐ろしさが株にはあると。で、孫さん自身は、ソフトバンク的に見ると全然問題ないっていうふうに言い切ってました。なんでかっていうと、保有してる株は、もともと、去年は、25.8 兆円分の株をソフトバンクが持ってますと、評価額が。で、一方で、今年は、今日時点ですね。今日時点は 27.9 兆円ありますってことで、保有株は2兆円増えてますと。ということで、ソフトバンク全体として見ると、まだまだ全然余裕ですっていうふうにおっしゃってました。なのでこれは事実、この辺はもう実際に時価総額って上場してる株だったりとかするので、そんな評価はWeWork みたいにですね、未上場の株ではないので、そこそこ見込める額なので、これは事実かなっていうふうに思ってますと。で、一方、株主価値っていう、ここからさっきの負債を引いた値とかを見ると、やっぱ 22.4 兆円ぐらいが、ソフトバンクの孫さんとかが言ってる、企業価値ですよ、株主価値ですよって言ってるんで、それに比べると、増えてるから全然大丈夫でしょうっていうような主張をされてましたと。なので、その実際株のその評価で見るとそうかもしれないですけど、まだ時価総額とかで言うとまだ今9兆円とかなので、全然まだギャップがあるよねっていうので、まだ比較的孫さんは楽観視してるような感じでしたね。で、こういう風に AI 企業、これビジョンファンドのやつなんですけども、今回オヨじゃなくて、この WeWork 一社ですね、いきなり、ほぼマイナス1兆ぐらいを叩き出したんですけれども、他どうなのっていうのはですね、
それはもう大丈夫っていうふうに言ってましたと。まあ、なんでかっていうと、まあ、確かに赤字になったのか、マイナス、6兆円赤字になったのもあるけど、トータルで見ると、プラスになってるのも 1.8 兆円あるんで、これとこれ足すとですね、1.2 兆円ぐらい、今はビジョンファンドプラスですよっていうふうに、孫さんはおっしゃってましたね。なので、今回、WeWork がこけたからといっても、全然ビジョンファンドは大丈夫って言ってました。ただまあ、投資家目線から言うと、まだいきなりたった2、3ヶ月でマイナス1兆円いってるものがあるのに、ほんとこれ、合ってんのっていうのはね、ほんとね、気になるところで、本当合ってんのって、ここね、たった数ヶ月ですよ。数ヶ月でそんなね、企業価値が吹っ飛ぶっていうのはありえないと思うんで、ちょっとなっていうのは、これどこまで信じていくのかっていうのは、投資家目線から言うとちょっと若干疑問かなと思います。で、まあ、またこういう、いろんなフレームワークとガバナンスとかで国際業界基準に、準拠してるから、ちゃんとですね、さっきのこの評価は正しいよっていうふうに、まあ、孫さん言ってて、あとまあ、評価プロセスも、まあ、評価と独立評価、レビューとなんかこう、質問とかいろいろあって、こういうのやってるから、で、あと外部のところに監査してもらってるから、だから大丈夫ですよって言ってるんですけれども、って言ってもね、またしつこいですけど、WeWork たった2ヶ月でマイナス1兆とか言っちゃうぐらいなので、それが本当にこれで大丈夫って言い切れんのっていうか、むしろダメなんじゃないのって言ってて、今までも、これやってて WeWork 見逃してたんだったら、これも次もこれで大丈夫っていうのは次もあるよねっていうのは、まあ、投資家目線からすると、やべえなって気はしますね。なので、これ、決算書の決算説明資料なんですけども、これで大丈夫って言い切ってたからね、本当大丈夫かなっていうのが気になるところで、まあ、じゃあ WeWork はどうやって立て直すのっていうのをですね、発表されてました。これね、むちゃくちゃ気になるところで、僕もどうやって立て直すのか戦略すごい気になってました。で、まあ、マルセロさんですね、この、COO、副社長に当たるのか、副社長ですね、COO、社長になるのかな、COO が、会長になって、WeWork を立て直すっていう風に言ってましたね。で、まあ、計画としては、なんでこうなっちゃったかっていうと、とにかくもう、お金を投資から引っ張ってきてて、拡大しすぎてたと、無計画に拡大しまくってたからダメだよねって言っていて、まあ、これがデスク数っていう風に、席数ですね、シェアオフィスの。そのまあ、毎年売買ゲームで増えてましたと。で、まあ、売買ゲームで増えるのはいいんだけど、まあ、お金どんどん出ていくばっかりだから、ちょっと見直さないとねっていうことで、計画としては、まあ、新規ビルを一旦停止して、まあ、経費も削減して、不採算事業を、整理しましょうということになってました。この、まあ、経費削減は、まあ、この新規ビルを建てるのに必要な、経費っていうのが、まあ、かなりかかってたっていうのと、あと、まあ、全然違うベンチャーとかにですね、いろいろ投資してたと WeWork が、もう WeWork 自体がユニコーンなのに、さらにお前らが投資するってね、こう、なんだかわけわかんないですけども、さらに自分らがそういう未来への投資をやってたから、それはまあ一旦ストップだと、もうそれどころでねえだろうと。なので、まあそうすればもう自動的に WeWork がうまくいくっていう風に言ってて、簡単な問題ですって言ってましたね。本当かなと思うんですけどね。で、まあこれが、利益率とかのイメージなんですけども、まあ、できたばっか、横軸がオフィスからの開業期間なんですけども、まあ、できて半年は入居率 50% 切るぐらいの赤字ですよと。で、1年ぐらいになると、まあ、収益ちょっと出るかなぐらいで、1年超えてくると利益出てきますっていうステージでしたと。で、今どうなってたかっていうと、まあ、今はもう、高収益が全然3分の1ぐらいで、全然、立ってすぐのところが、まあ、こんだけあって、で、しかも、立ってないのがこんだけありますってと。だからまあ、ここのところでむちゃくちゃですね、赤字になってたということで、まあなのでストップすれば自然とですね、この緑の領域、この高収益のですね、オフィスができて、まあ1年以上経った領域がどんどん増えていくから、まあ増益するから、もうこれ以上立てるなと、とりあえずもう、ここのところで赤字ダメ食ってるから、まずやめりゃいいだろうというふうに言ってましたね。で、もう一個はまあ経費削減なんですけども、今はそのビルを建てまくるところで、まあそこに対する投資っていうか経費がむちゃくちゃかかってましたということで、これは経費なんですけども、まあそれで、固定費、ここの部分ですね、固定費がむちゃくちゃかかってました、その新規ビルのところ。まあそれを削ればですね、こういうふうに、まあ本当はこれが平行に下がるはずなんですけども、ここの傾きがね、変動率のところはちょっと傾いてないのはちょっとおかしな図な気もするんですけど、まあここ下げれば、ここの部分が利益、あれに対するまあ経費引くんで、まあ利益っていうね、ここは利益になりますっていうところで、まあそういう風にすれば、まあ自然と立て直せるでしょうっていう風に、おっしゃってましたと。で、あとまあ、コーポレートガバナンスの中で、まあ投資先へのサポートの方針っていうことで、まあ投資先へはまあ独立再選しましょうと言ってて、まあ救済の投資を行わないっていう風に言ってましたね。これね、まあ後で言うんですけども、これ矛盾してますよねっていうので、
WeWork に対してはむちゃくちゃ救済してるので、安く株を買うチャンスだとかね、株の、出資額は決まってたけど、さらに安く手に入れるからどうこう言ってたけど、なんかおかしいよなっていうふうに思ってますね。っていうので、今、経営結構矛盾してるなっていうふうに感じたのは、業界標準で適正に判断してますよって大丈夫ですよっていうふうに言ってるにもかかわらず、WeWork のようなものが出てくると、一気にね、バンバン1兆円ぐらい吹っ飛びますよと軽く。で、大丈夫って言ってるけど、ダメだよねっていうのが投資家から見ると。で、ビジョンファンドで利益できてますよ、含み益も売却益もありますよって言ってても、やっぱたった2ヶ月でWeWorkみたいなあんなん出てきちゃうと、本当に今評価は正しいのかっていうのはですね、今回も、懸念はですね、払拭はできなかったなっていうのがあります。で、救済投資を行わないとかって言ってね、さっき基本方針とか言ってたんですけども、WeWork でね、TOB かけたり、TOB っていうか、公開株価付けしたりとかですね、そういうので、株を集めたりとかですね、投資の主導権は握らないっていうふうに言いつつもですね、こういうふうに、COO ですね、マルセロさんを送り込んだりとかですね、社長をね、COO を送り込むって相当なことですよ。相当なことですよ。ソフトバンクグループってね、時価総額9兆円とか、そういう巨大企業の社長をですね、もうすべてストップなのかわかんないですけど、WeWork に送り込んで全部立て直せっていうのはね、相当なことで、さっき簡単にできるって言ってたんですけども、止めれば。簡単にできるんだったらね、COO なんか送り込む必要はないので、相当今やばい状態で、もうソフトバンクの今後の、運命を握るものがですね、きっと WeWork にあるんだろうなっていうのと、あとビジョンファンドとか、ビジョンファンド2とかの評価とか、そういうの全部ひっくるめてなんとか立て直さないといけないっていうのがあるんで、ああいう、よりすぐりのですね、経営者を送り込んでんだろうなっていうふうに考えますね。楽に立て直せるっていうので、じゃあもう別にただ単にストップすりゃね、自然と回るんだともいいじゃんって気はするんですけどね。で、ビジョンファンド2にも質問で答えてて、ビジョンファンド1とですね、ビジョンファンド1が当時ですね、ちょっと前、3ヶ月、4ヶ月前ぐらいは、ビジョンファンドがむちゃくちゃうまくいってて、もう、うわうわだったから、2やりますっていう風に言ったんですよね。で、2匹目のね、土壌を狙うじゃないですけども、1うまくいったから、じゃあ2もやりますみたいなこと言って、お金どんどん集めますって言ってたのが前回の決算で、今回大赤字になってるから、でも、決算書の中ではビジョンファンド2についてはね、あんま言及されてなくてどうだかよくわかんなかったんですけども、決算発表の中では。一応調整中ですって言ってて、取りやめする会社とか、予定変更はないですよとか、あと新規に追加したいというお客さんとか、いろんなお客さんがいて、ビジョンファンドの1と同じぐらいの規模で今調整してますって言ってましたね。だから集まってるかどうかはよくわからないですけど、同じぐらいを頑張ってますって感じで、この結果見てね、さらに投資しようっていう人はどれぐらいいるのかようわからんのですけれども、ビジョンファンド1だけでもこんだけリスクあって、さらにね、10兆円投資した後に、さらにまたビジョンファンド2で10兆円投資するっていうんで、これと同じような規模を組むんで、また今回のような、WeWork みたいなのはですね、ビジョンファンド2にも紛れてないのかとかですね、そういったところは非常に気になるし、今の、この精査する段階とか、言ってるんですけども、本当ちょっとしたことでですね、1兆吹っ飛ばれると、ほんと大変なことになるっていうので、これ自体で、ソフトバンクが傾くってことはないんですけども、さらにレバレッジをかけて、10兆円集めて、それをまたね、運営するっていうと、本当に大丈夫なのっていうのはすごい気になるところですね。なので、決算としては、創業以来の過去大赤字を叩き出してましたと。なので、それだからといっても、でも、ビジョンファンドの評価額が下がってる、WeWork の評価額が下がったことで赤字になってるっていうのがありますと。で、たった数ヶ月で、世界が変わってるわけで、3ヶ月前の計算書はね、もうウハウハでビジョンファンドね、2やりますとか言って絶好調だったのが、たった数ヶ月でこんなことになりますと。で、それも上場直前までわからなかったって言ってたんで、それはね、本当他のビジョンファンド1の中の他の企業とか大丈夫なのとかっていうのはよくわからないところで心配はありますと。で、リスクもあると。で、今回はこれだけだと別にソフトバンク自体は破産するとは僕は考えてはいないんですけれども、ただ別に今回は反省するけど、なんつってたかな、方針は緩めないというか、スピードは緩めないみたいなことは言っていたので、なので、同じ規模でどんどんレバレッジかけていくんだとしたら、そうなってくると、第2の WeWork とか第3の WeWork とか出てくると、ちょっとやべえんじゃねえのかなっていう風に気がしますね。で、そういうのって信用毀損していくと、ソフトバンクグループ自体の株価が下がっていって、今まで社債発行したりとかですね、この前もちょっと前もですね、4000億ぐらい社債発行した後にこんな問題バーンと出て一気に赤字になってるから、社債持ってる人はね、7年とか10年とかで持ってるから、たまったもんじゃないと思うんですけども、そういう
資金調達とかソフトバンクの要だったね、その時価総額を武器にいろんなものをやってこう、拡大してきたので、そういう戦略が一回見直しになったりとかするきっかけになっちゃいそうだなとか、さらにこれが、どんどん進んでいって、WeWork に続くような、ボロボロな企業がバンバン出てきたとしたら、一気に傾く可能性はあるかなっていうふうにちょっと思ったりしてます。なのですぐは大丈夫だけど、今後はちょっとわからないと。で、株価は、どうなるかは、もちろん僕は予想はできないんですけども、夜間取引でですね、5% ぐらいちょっと下がってましたね、夜間取引、SBI 証券の。なので、今後ソフトバンクの株が下がるのか上がるのか、材料出尽くしで上がる可能性もあるんで、どうなるかようわからんのですけれども、今後も引き続きですね、特にビジョンファンドですね、もう本当にビジョンファンドに全て突っ込んでるような感じになってるんで、本当それがですね、ソフトバンクの未来明るくするのかどうか、そういうのを投資家目線で分析していきたいなと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。こういう引き続きですね、ソフトバンクの問題とか株の基礎とか、ZOZO の前澤社長が破綻するかとかやってるんで、もし興味あればぜひ見てみてください。面白かったら高評価いただければ嬉しいです。またですね、コメント、高評価いつも本当にありがとうございます。また役に立ったら SNS とかでシェアしていただけると頑張ります。あとですね、Twitter やってますんで、よかったら、有益な情報発信してるんでフォローしてください。あと LINE アットで不動産投資のチェックリストプレゼント中ですので、ぜひ登録してみてください。それどうもありがとうございました。